皆さんこんにちは。今日は1週間についてお話しします。月曜日4月20日。今日は家で休みました。朝は6時に起きました。そして家族の朝ごはんを作りました。朝ごはんはご飯と野菜炒めと卵と味噌汁と焼き魚です。とても栄養がある朝ごはんでした。今日は父が台湾へ出張に行きます。弟も旅行で一緒に行きます。私と母は家にいます。朝ごはんの後、私は父と弟を空港まで送りました。家から成田空港まで車で2時間ぐらいかかります。父と弟がチェックインするのを見てから私は車で帰りました。今日はとてもいい天気でした。空は青くて白い雲がありました。いろいろな花が咲いていました。学生も道を歩いていました。私は運転しながら外の景色を見ました。とても気持ちが良かったです。その後、家の近くのスーパーに行きました。入り口にイチゴがたくさんありました。安くて美味しそうでした。今はスイカもありますが、ちょっと高いので買いませんでした。エビや魚や牛肉も買いました。昼ご飯は韓国料理を作りました。ビビンバです。私はビビンバが大好きです。毎日でも食べたいです。母は何でも食べられます。家に帰って材料を冷蔵庫に入れました。それからビビンバを作りました。もやし、人参、ズッキーニ、椎茸、牛肉、卵、そしてソースを使いました。私はあまり辛いものが食べられません。だからソースは少しだけ入れました。母はイチゴを洗って半分に切りました。私たちは一緒に食べました。とても美味しかったです。午後、私は車で祖父母の家に行きました。祖父母は門の前で待っていました。祖母は和菓子と紅茶をくれました。とても美味しかったです。その後、祖父母と一緒に服を買いに行きました。今はだんだん暖かくなっています。祖父母は半袖の服が欲しかったです。2時間ぐらい買い物をしました。たくさん夏の服を買いました。夜、祖父母の家で晩ご飯を食べました。祖母の料理はとても美味しいです。今日は寿司と刺身でした。私はとても好きです。10時ごろ、私は車で家に帰りました。火曜日4月21日。今日は会社で大切な会議がありました。でも寝坊してしまって朝8時に起きました。朝ごはんを食べる時間がなくて、すぐに服を着替えて会社へ行きました。電車で行くと1時間ぐらいかかるので、タクシーで行きました。
タクシー代は高かったですが、他に方法がありませんでした。8時30分ごろ、会社に着いて会議にちょうど間に合いました。今日の会議では、主にアメリカへ魚やエビを輸出することについて話しました。輸出する量や時期について相談して仕事も分けました。私はアメリカの人との通訳を担当することになりました。11時ごろ会議が終わりました。それから会社の近くのコンビニで昼ご飯を買いました。チキンご飯を食べて緑茶を飲みました。でもご飯はあまり美味しくなくて、お茶は少し苦かったです。昼ご飯の後でチョコレートも少し買いました。その後、会社に戻ってメールをチェックして、また会議に参加しました。午後の会議はヨーロッパに魚を輸出することについてでした。ヨーロッパはとても厳しい市場で、会社は何回も断られています。今年はぜひ成功したいと思っています。午後5時ごろ仕事が終わりました。帰りは電車で帰りました。東京では5時から7時ごろまで電車がとても混みます。席に座れなくてずっと立っていました。家に帰ると母がスイカを切ってアイスも用意してくれていました。とてもさっぱりして美味しかったです。その後お風呂に入って髪を洗いました。7時ごろ家族と一緒に晩ご飯を食べました。母が作った唐揚げや野菜炒めはとても美味しかったです。食べた後で家族と今日のことや明日の予定についてたくさん話しました。10時ごろ寝ました。今日はとても疲れた一日でした。水曜日4月22日。今日は私にとってとても大切な日でした。英語の試験があったからです。今、私は英語と日本語の通訳の仕事をしています。将来は英語の先生になりたいので、この試験を受けました。朝は6時頃に起きました。いつもより1時間ぐらい早かったです。起きたとき、少し緊張して、もう一度寝ることができませんでした。今日は天気がとても良くて、少し暖かくて気持ちよかったです。窓を開けて新しい空気を吸いました。そうすると少しリラックスできました。その後、顔を洗って歯を磨きました。母は朝ごはんを用意してくれました。今日はパンと目玉焼きと牛乳でした。試験の時に疲れないように全部食べるようにしました。朝ごはんを食べながら少しだけ単語と文法を復習しました。大事なところだけを見ました。食べた後で持ち物をもう一度チェックしました。ペンや消しゴム、受験票、スマホなどです。忘れ物が心配なので2回か3回ぐらい確認しました。8時ごろ
家を出て試験会場へ行きました。行く途中、少しドキドキしていました。9時に試験が始まりました。最初は聴解でした。少し難しかったです。話すスピードが速くて、新しい単語も多かったです。でも、一生懸命聞いて答えを選びました。次は読解でした。この部分は少し優しかったです。ゆっくり読んでよく考えることができました。丁寧に問題を解きました。試験の間、できるだけ落ち着くようにしました。わからない問題もありましたが、答えを書きました。大切なのは空欄のままにしないことだと思いました。11時半ごろ、試験が終わりました。その後、友達に会って少し試験について話しました。簡単だったという人もいれば、難しかったという人もいました。だから自分の結果はまだわかりません。その後、近くのコンビニに行って昼ご飯を買いました。お弁当とパンと飲み物を買いました。そこで食べて少し休みました。朝早く起きてずっと集中していたので少し疲れていました。1時ごろ家に帰りました。帰ってから服を着替えてベッドで少し休みました。30分ぐらい寝ました。起きた後元気になりました。午後はあまり何もしませんでした。スマホを見たり動画を見たりしてゆっくり過ごしました。夜は家族と一緒にご飯を食べました。母は肉や野菜やスープなどいろいろな料理を作ってくれました。今日はとても疲れていたのでご飯がとても美味しかったです。ご飯の時、家族に今日の試験のことを話しました。みんなは話を聞いて私を応援してくれました。それでとても温かい気持ちになりました。ご飯の後、お風呂に入って寝る準備をしました。今日は長くて少し大変な日でしたが、とても大切な一日でした。早く寝て、明日のためにしっかり休みました。木曜日、4月23日。今日はとてもいい天気でした。弟は学校で野球の試合があります。日本では野球はとても人気があるスポーツです。子供は小学校から野球を始めることができます。弟はもう12年ぐらい野球をしています。とても上手ですが、将来は野球選手になりたくなくて、会社で働きたいと思っています。朝、私たちは早く起きて準備をしました。母は朝ごはんを作ってくれました。ご飯、卵、味噌汁、魚です。とても体にいい朝ごはんでした。私と弟は一緒に学校へ行きました。もうたくさんの親と学生が来ていました。私たちは勉強や食べ物、旅行、毎日の生活について話しました。
9時に試合が始まりました。でも、野球の言葉は難しいので、あまり詳しく話しません。12時頃、試合が終わりました。弟のチームが勝ちました。私は近くのコンビニで食べ物と飲み物を買いました。お弁当やおにぎり、水を6本買いました。グラウンドの近くに大きい公園があります。私たちはそこで昼ご飯を食べました。桜がとてもきれいに咲いていました。食べながら桜を見ました。弟はとても疲れていたのでたくさん食べました。昼ご飯の後、少し寝てから帰りました。2時頃、家に帰りました。弟は体が臭かったので、すぐお風呂に入りました。私は部屋に戻ってベッドで休みました。天気が暑くて少し疲れました。その後、家族でスーパーに行って1週間の食べ物を買いました。私はイチゴを2パック、みかん1袋、パイナップル1つ、アスパラガス、牛肉を買いました。母はエビや魚、豚肉をたくさん買いました。弟は鶏肉、卵、ほうれん草を買いました。全部でだいたい1万円でした。夜は弟の勝ちをお祝いするためにたくさん料理を作りました。父は仕事から帰ってきて一緒にご飯を食べました。父は少しビールを飲みましたが、私は飲みませんでした。ご飯の後、家族みんなで話しました。今日は弟がとてもよく頑張ったので、楽しい雰囲気でした。母は弟をたくさん褒めました。父も試合のことやプレーについて聞きました。弟は少し恥ずかしそうでしたが、嬉しそうでした。その後、弟は試合のいくつかの場面について話しました。とても大変な時もありましたが、最後は勝つことができました。私は野球のことを全部はわかりませんが、とても面白いと思いました。8時頃、私は母を手伝ってテーブルを片付けたり、お皿を洗ったりしました。弟はとても疲れていたので休んでいました。終わってから私はお風呂に入りました。温かいお湯でとても気持ちが良くなりました。その後、部屋に戻ってベッドに横になりました。スマホで今日の写真を見ました。綺麗な写真がたくさんありました。特に桜の写真と試合をしている弟の写真が良かったです。10時頃、だんだん眠くなりました。寝る前に友達にメッセージを送って今日のことを話しました。最後に電気を消して寝ました。今日は長い一日でしたが、とても楽しかったです。金曜日4月24日。今日はあまり早く起きませんでした。少し遅く起きてゆっくり朝ごはんを食べました。朝ごはんは
パンと卵と牛乳でした。簡単ですが、美味しかったです。天気は晴れていて、とても気持ちが良かったです。朝ごはんの後、部屋を少し掃除しました。机の上を片付けたり、ゴミを出したりしました。その後、少し英語を勉強しました。文法と単語を勉強して、短い文章も書きました。お昼ごろ、お腹が空いたので、簡単に昼ご飯を作りました。ご飯と野菜と肉を少し食べました。食べた後、少し休んでからスーパーに行きました。昨日買ったものがまだありますが、足りないものを少しだけ買いました。午後は家でゆっくりしました。本を読んだり、音楽を聴いたりしました。それからスマホで友達とメッセージをしました。昨日の弟の試合の話も少ししました。夕方、少し外を散歩しました。天気が良くて、風も気持ちよかったです。公園で少し休んで空を見ました。とてもリラックスできました。夜は家族と一緒にご飯を食べました。今日はあまり特別な料理はありませんでしたが、みんなで食べるご飯はやっぱり美味しいです。ご飯の後、少しテレビを見ました。その後、お風呂に入りました。今日も一日少し疲れたので、お風呂でゆっくりしました。お風呂の後、部屋で少し勉強しました。そして、ベッドでスマホを見ながらリラックスしました。10時ごろ眠くなったので、電気を消して寝ました。今日は特別なことはありませんでしたが、とても落ち着いたいい一日でした。土曜日4月25日。今日は少し早く起きました。土曜日なので、とても楽しみにしていました。朝ごはんはご飯と味噌汁、卵を食べました。食べた後、シャワーを浴びて出かける準備をしました。午前中、友達とカフェで会いました。一緒にコーヒーを飲んでケーキも食べました。いろいろな話をしました。勉強のことや将来のこと、最近の生活について話してとても楽しかったです。その後、ショッピングモールに行きました。服や靴を見ましたが、私は何も買いませんでした。でも、見るだけでも楽しかったです。友達はシャツを1枚買いました。お昼はレストランで食べました。パスタとサラダを食べました。とても美味しかったです。午後は映画館に行きました。新しい映画を見ました。内容は少し難しかったですが、面白かったです。映画の後、少し疲れたので、カフェでもう一度休みました。ジュースを飲んでゆっくりしました。夕方、友達と別れて家に帰りました。今日はたくさん歩いたので少し疲れました。夜は家で軽いご飯を食べました。
あまりお腹が空いていなかったので、スープとパンだけ食べました。ご飯の後、お風呂に入りました。お湯が温かくて、とても気持ちが良かったです。その後、ベッドで少し音楽を聴きました。今日は外でたくさん遊んでとても楽しかったです。少し疲れましたが、いい一日でした。10時半ごろ、電気を消して寝ました。日曜日、4月26日。今日はあまり早く起きませんでした。昨日たくさん歩いたので少し疲れていました。8時ごろ起きて顔を洗ってからゆっくり朝ごはんを食べました。朝ごはんはトーストと目玉焼き、ヨーグルトと牛乳でした。テレビを見ながら食べてとてもリラックスしました。朝ごはんの後、洗濯をしました。服を洗ってベランダに干しました。天気が良かったのですぐに乾きそうでした。その後、部屋の掃除もしました。掃除機をかけて床をきれいにしました。部屋がきれいになると気持ちも良くなりました。午前中は少し勉強をしました。英語の本を読んで新しい単語をノートに書きました。それから短い作文も書きました。まだ難しいですが、毎日少しずつ頑張りたいと思います。お昼ごろ、お腹が空いたので自分で昼ご飯を作りました。チャーハンとスープを作りました。少し難しかったですが、美味しくできました。食べた後、少し休んで音楽を聴きました。午後は外に出て近くの公園へ行きました。日曜日なので人がたくさんいました。子供たちは遊んでいてとても賑やかでした。私はベンチに座って本を読みました。風が気持ちよくてとてもリラックスできました。その後、コンビニに寄ってアイスと飲み物を買いました。少し歩きながら食べて家に帰りました。家に帰ってから少し昼寝をしました。30分ぐらい寝て起きたらとてもすっきりしました。その後、スマホで動画を見たり、友達とメッセージをしたりしました。夕方、母を手伝って晩ご飯の準備をしました。野菜を切ったり、お皿を出したりしました。今日は家族みんなで料理を作りました。とても楽しかったです。夜ご飯はとても美味しかったです。ご飯、魚、野菜、スープなどを食べました。家族と一緒に食べる時間はとても大切だと思います。ご飯の後、みんなで少し話しました。今日あったことや来週の予定について話しました。その後、お風呂に入りました。ゆっくりお湯に浸かって一日の疲れを取りました。お風呂の後、部屋で少しだけ明日の準備をしました。カバンを用意して必要なものをチェックしました。それからベッドに座って今日のことを少し考えました。
今日は特別なことはあまりありませんでしたが、いろいろなことができていい一日でした。ゆっくり休んで、また新しい一週間を頑張りたいと思います。皆さんこんにちは。今日は一週間についてお話しします。月曜日4月20日。今日は家で休みました。朝は6時に起きました。そして家族の朝ごはんを作りました。朝ごはんはご飯と野菜炒めと卵と味噌汁と焼き魚です。とても栄養がある朝ごはんでした。今日は父が台湾へ出張に行きます。弟も旅行で一緒に行きます。私と母は家にいます。朝ごはんの後、私は父と弟を空港まで送りました。家から成田空港まで車で2時間ぐらいかかります。父と弟がチェックインするのを見てから私は車で帰りました。今日はとてもいい天気でした。空は青くて白い雲がありました。いろいろな花が咲いていました。学生も道を歩いていました。私は運転しながら外の景色を見ました。とても気持ちが良かったです。その後、家の近くのスーパーに行きました。入り口にイチゴがたくさんありました。安くて美味しそうでした。今はスイカもありますが、ちょっと高いので買いませんでした。エビや魚や牛肉も買いました。昼ご飯は韓国料理を作りました。ビビンバです。私はビビンバが大好きです。毎日でも食べたいです。母は何でも食べられます。家に帰って材料を冷蔵庫に入れました。それからビビンバを作りました。もやし、人参、ズッキーニ、椎茸、牛肉、卵、そしてソースを使いました。私はあまり辛いものが食べられません。だからソースは少しだけ入れました。母はイチゴを洗って半分に切りました。私たちは一緒に食べました。とても美味しかったです。午後、私は車で祖父母の家に行きました。祖父母は門の前で待っていました。祖母は和菓子と紅茶をくれました。とても美味しかったです。その後、祖父母と一緒に服を買いに行きました。今はだんだん暖かくなっています。祖父母は半袖の服が欲しかったです。2時間ぐらい買い物をしました。たくさん夏の服を買いました。夜、祖父母の家で晩ご飯を食べました。祖母の料理はとても美味しいです。今日は寿司と刺身でした。私はとても好きです。10時ごろ、私は車で家に帰りました。火曜日、4月21日。今日は会社で大切な会議がありました。
でも寝坊してしまって朝8時に起きました。朝ごはんを食べる時間がなくて、すぐに服を着替えて会社へ行きました。電車で行くと1時間ぐらいかかるので、タクシーで行きました。タクシー代は高かったですが、他に方法がありませんでした。8時30分ごろ、会社に着いて会議にちょうど間に合いました。今日の会議では、主にアメリカへ魚やエビを輸出することについて話しました。輸出する量や時期について相談して仕事も分けました。私はアメリカの人との通訳を担当することになりました。11時ごろ会議が終わりました。それから会社の近くのコンビニで昼ご飯を買いました。チキンご飯を食べて緑茶を飲みました。でもご飯はあまり美味しくなくて、お茶は少し苦かったです。昼ご飯の後でチョコレートも少し買いました。その後、会社に戻ってメールをチェックして、また会議に参加しました。午後の会議はヨーロッパに魚を輸出することについてでした。ヨーロッパはとても厳しい市場で、会社は何回も断られています。今年はぜひ成功したいと思っています。午後5時ごろ仕事が終わりました。帰りは電車で帰りました。東京では5時から7時ごろまで電車がとても混みます。席に座れなくてずっと立っていました。家に帰ると母がスイカを切ってアイスも用意してくれていました。とてもさっぱりして美味しかったです。その後お風呂に入って髪を洗いました。7時ごろ家族と一緒に晩ご飯を食べました。母が作った唐揚げや野菜炒めはとても美味しかったです。食べた後で家族と今日のことや明日の予定についてたくさん話しました。10時ごろ寝ました。今日はとても疲れた一日でした。水曜日4月22日。今日は私にとってとても大切な日でした。英語の試験があったからです。今、私は英語と日本語の通訳の仕事をしています。将来は英語の先生になりたいので、この試験を受けました。朝は6時頃に起きました。いつもより1時間ぐらい早かったです。起きたとき、少し緊張して、もう一度寝ることができませんでした。今日は天気がとても良くて、少し暖かくて気持ちよかったです。窓を開けて新しい空気を吸いました。そうすると少しリラックスできました。その後、顔を洗って歯を磨きました。母は朝ごはんを用意してくれました。今日はパンと目玉焼きと牛乳でした。試験の時に疲れないように全部食べるようにしました。朝ごはんを食べながら少しだけ単語と文法を復習しました。
大事なところだけを見ました。食べた後で持ち物をもう一度チェックしました。ペンや消しゴム、受験票、スマホなどです。忘れ物が心配なので2回か3回ぐらい確認しました。8時ごろ家を出て試験会場へ行きました。行く途中少しドキドキしていました。9時に試験が始まりました。最初は聴解でした。少し難しかったです。話すスピードが速くて、新しい単語も多かったです。でも、一生懸命聞いて答えを選びました。次は読解でした。この部分は少し優しかったです。ゆっくり読んでよく考えることができました。丁寧に問題を解きました。試験の間、できるだけ落ち着くようにしました。わからない問題もありましたが、答えを書きました。大切なのは空欄のままにしないことだと思いました。11時半ごろ、試験が終わりました。その後、友達に会って少し試験について話しました。簡単だったという人もいれば、難しかったという人もいました。だから自分の結果はまだわかりません。その後、近くのコンビニに行って昼ご飯を買いました。お弁当とパンと飲み物を買いました。そこで食べて少し休みました。朝早く起きてずっと集中していたので少し疲れていました。1時ごろ家に帰りました。帰ってから服を着替えてベッドで少し休みました。30分ぐらい寝ました。起きた後元気になりました。午後はあまり何もしませんでした。スマホを見たり動画を見たりしてゆっくり過ごしました。夜は家族と一緒にご飯を食べました。母は肉や野菜やスープなどいろいろな料理を作ってくれました。今日はとても疲れていたのでご飯がとても美味しかったです。ご飯の時、家族に今日の試験のことを話しました。みんなは話を聞いて私を応援してくれました。それでとても温かい気持ちになりました。ご飯の後、お風呂に入って寝る準備をしました。今日は長くて少し大変な日でしたが、とても大切な一日でした。早く寝て明日のためにしっかり休みました。木曜日4月23日。今日はとてもいい天気でした。弟は学校で野球の試合があります。日本では野球はとても人気があるスポーツです。子供は小学校から野球を始めることができます。弟はもう12年ぐらい野球をしています。とても上手ですが、将来は野球選手になりたくなくて、会社で働きたいと思っています。朝、私たちは早く起きて準備をしました。母は朝ごはんを作ってくれました。ご飯
卵、味噌汁、魚です。とても体にいい朝ごはんでした。私と弟は一緒に学校へ行きました。もうたくさんの親と学生が来ていました。私たちは勉強や食べ物、旅行、毎日の生活について話しました。9時に試合が始まりました。でも野球の言葉は難しいのであまり詳しく話しません。12時ごろ試合が終わりました。弟のチームが勝ちました。私は近くのコンビニで食べ物と飲み物を買いました。お弁当やおにぎり、水を6本買いました。グラウンドの近くに大きい公園があります。私たちはそこで昼ご飯を食べました。桜がとてもきれいに咲いていました。食べながら桜を見ました。弟はとても疲れていたのでたくさん食べました。昼ご飯の後、少し寝てから帰りました。2時ごろ家に帰りました。弟は体が臭かったのですぐお風呂に入りました。私は部屋に戻ってベッドで休みました。天気が暑くて少し疲れました。その後、家族でスーパーに行って1週間の食べ物を買いました。私はいちごを2パック、みかん1袋、パイナップル1つ、アスパラガス、牛肉を買いました。母はエビや魚、豚肉をたくさん買いました。弟は鶏肉、卵、ほうれん草を買いました。全部でだいたい1万円でした。夜は弟の勝ちをお祝いするためにたくさん料理を作りました。父は仕事から帰ってきて一緒にご飯を食べました。父は少しビールを飲みましたが、私は飲みませんでした。ご飯の後、家族みんなで話しました。今日は弟がとてもよく頑張ったので楽しい雰囲気でした。母は弟をたくさん褒めました。父も試合のことやプレーについて聞きました。弟は少し恥ずかしそうでしたが、嬉しそうでした。その後、弟は試合のいくつかの場面について話しました。とても大変な時もありましたが、最後は勝つことができました。私は野球のことを全部はわかりませんが、とても面白いと思いました。8時ごろ、私は母を手伝ってテーブルを片付けたり、お皿を洗ったりしました。弟はとても疲れていたので休んでいました。終わってから私はお風呂に入りました。温かいお湯でとても気持ちが良くなりました。その後、部屋に戻ってベッドに横になりました。スマホで今日の写真を見ました。綺麗な写真がたくさんありました。特に桜の写真と試合をしている弟の写真が良かったです。10時ごろ、だんだん眠くなりました。寝る前に友達にメッセージを送って今日のことを話しました。
最後に電気を消して寝ました。今日は長い一日でしたが、とても楽しかったです。金曜日4月24日。今日はあまり早く起きませんでした。少し遅く起きて、ゆっくり朝ごはんを食べました。朝ごはんはパンと卵と牛乳でした。簡単ですが、美味しかったです。天気は晴れていて、とても気持ちが良かったです。朝ごはんの後、部屋を少し掃除しました。机の上を片付けたり、ゴミを出したりしました。その後、少し英語を勉強しました。文法と単語を勉強して、短い文章も書きました。お昼ごろ、お腹が空いたので、簡単に昼ご飯を作りました。ご飯と野菜と肉を少し食べました。食べた後、少し休んでからスーパーに行きました。昨日買ったものがまだありますが、足りないものを少しだけ買いました。午後は家でゆっくりしました。本を読んだり、音楽を聴いたりしました。それからスマホで友達とメッセージをしました。昨日の弟の試合の話も少ししました。夕方、少し外を散歩しました。天気が良くて、風も気持ちよかったです。公園で少し休んで空を見ました。とてもリラックスできました。夜は家族と一緒にご飯を食べました。今日はあまり特別な料理はありませんでしたが、みんなで食べるご飯はやっぱり美味しいです。ご飯の後、少しテレビを見ました。その後、お風呂に入りました。今日も一日少し疲れたので、お風呂でゆっくりしました。お風呂の後、部屋で少し勉強しました。そして、ベッドでスマホを見ながらリラックスしました。10時ごろ眠くなったので、電気を消して寝ました。今日は特別なことはありませんでしたが、とても落ち着いたいい一日でした。土曜日4月25日。今日は少し早く起きました。土曜日なので、とても楽しみにしていました。朝ごはんはご飯と味噌汁、卵を食べました。食べた後、シャワーを浴びて出かける準備をしました。午前中、友達とカフェで会いました。一緒にコーヒーを飲んでケーキも食べました。いろいろな話をしました。勉強のことや将来のこと、最近の生活について話してとても楽しかったです。その後、ショッピングモールに行きました。服や靴を見ましたが、私は何も買いませんでした。でも、見るだけでも楽しかったです。友達はシャツを1枚買いました。お昼はレストランで食べました。パスタとサラダを食べました。とても美味しかったです。午後は映画館に行きました。新しい映画を見ました。内容は少し難しかったですが、面白かったです。
映画の後、少し疲れたので、カフェでもう一度休みました。ジュースを飲んでゆっくりしました。夕方、友達と別れて家に帰りました。今日はたくさん歩いたので少し疲れました。夜は家で軽いご飯を食べました。あまりお腹が空いていなかったので、スープとパンだけ食べました。ご飯の後、お風呂に入りました。お湯が温かくて、とても気持ちが良かったです。その後、ベッドで少し音楽を聴きました。今日は外でたくさん遊んでとても楽しかったです。少し疲れましたが、いい一日でした。10時半ごろ、電気を消して寝ました。日曜日、4月26日。今日はあまり早く起きませんでした。昨日たくさん歩いたので少し疲れていました。8時ごろ起きて顔を洗ってからゆっくり朝ごはんを食べました。朝ごはんはトーストと目玉焼き、ヨーグルトと牛乳でした。テレビを見ながら食べてとてもリラックスしました。朝ごはんの後、洗濯をしました。服を洗ってベランダに干しました。天気が良かったのですぐに乾きそうでした。その後、部屋の掃除もしました。掃除機をかけて床をきれいにしました。部屋がきれいになると気持ちも良くなりました。午前中は少し勉強をしました。英語の本を読んで新しい単語をノートに書きました。それから短い作文も書きました。まだ難しいですが、毎日少しずつ頑張りたいと思います。お昼ごろ、お腹が空いたので自分で昼ご飯を作りました。チャーハンとスープを作りました。少し難しかったですが、美味しくできました。食べた後、少し休んで音楽を聴きました。午後は外に出て近くの公園へ行きました。日曜日なので人がたくさんいました。子供たちは遊んでいてとても賑やかでした。私はベンチに座って本を読みました。風が気持ちよくてとてもリラックスできました。その後、コンビニに寄ってアイスと飲み物を買いました。少し歩きながら食べて家に帰りました。家に帰ってから少し昼寝をしました。30分ぐらい寝て起きたらとてもすっきりしました。その後、スマホで動画を見たり、友達とメッセージをしたりしました。夕方、母を手伝って晩ご飯の準備をしました。野菜を切ったり、お皿を出したりしました。今日は家族みんなで料理を作りました。とても楽しかったです。夜ご飯はとても美味しかったです。ご飯、魚、野菜、スープなどを食べました。家族と一緒に食べる時間はとても大切だと思います。ご飯の後、みんなで少し話しました。今日あったことや来週の予定について話しました。その後、お風呂に入りました。
ゆっくりお湯に浸かって一日の疲れを取りました。お風呂の後、部屋で少しだけ明日の準備をしました。カバンを用意して必要なものをチェックしました。それからベッドに座って今日のことを少し考えました。今日は特別なことはあまりありませんでしたが、いろいろなことができていい一日でした。ゆっくり休んで、また新しい一週間を頑張りたいと思います。